戦後80年日本を含め他国は戦争紛争をどう思っている。人それぞれ考え方は違うと思うんですけど、ここ最近の国際情勢的なところでいくと、戦争は手段としてありだよねというのがもう国際社会の認識にはなってしまっていて、戦争をやったことによるペナルティというのがほとんど発生しなくなっているっていう。インドとパキスタンが戦争というか紛争したのって覚えてらっしゃいます？もう2ヶ月ぐらい前かな。もともとそのインドとパキスタンって揉めてるんですけど、でそこで戦闘機が16機かなんか落ちて、確か市民が100人は行ってなかったかな、70人とか80人とか亡くなったのかな。カシミール地方でもともとそのテロリストを送ったのがあっちじゃないかとか、いやいやあれはあのテロリストは別にうちの国が送ったわけじゃないよとかっていう言い争いがあって、じゃあやったるわみたいなことがあったんですけど、であれが一応その国の国境沿いで起きた争いなんですけど、結局あれによって国際的なペナルティというのは僕が知る限り一切発生してないんですよね。結局じゃあ兵器を使ってお互いの国民を殺し合うというのをやったけども、でももう大したニュースにもならないんですよね。ガザに比べると亡くなってる人の人数も大した人数ではないし、たまたまリハックでレバノンの話やってましたけど、やっぱりレバノンの時とかシリアの人たちとかの亡くなった人の人数に比べると全然大きくないよねっていうので、ロシアウクライナに比べたら大した人数じゃないよねっていうので、なので戦争が起きたとしてももう大きなニュースにならないし、ペナルティもないっていうので、なので割とやったもの勝ちの時代になってしまったのではないかなというふうに僕は認識しています。でこれはもともとアフリカの中での紛争とかがあった時もみんな無視してたっていうのは多分同じ状態なんですけど、アフリカでボコハラムという組織が国境を越えて別の国に行って女の子とかをめちゃくちゃさらって戻りましたみたいなのって、それって国際犯罪じゃんになるはずなんですけど、フランスとかだと一応そういうニュースにはなるんですけど、多分日本だともうほぼニュースになってないと思うんですよね。なのでなんかアフリカって治安悪いよねみたいなふわっとしたイメージになってるだけで、実際何が起きてどれが人が死んでるかというのはもうほぼニュースにならないっていうので、アフリカはしょうがないよねから、ロシアウクライナがあってガザがあってミャンマーあたりとかも一応軍事政権がクーデターになったりとか、タイとカンボジア揉めてとかもあるんですけど、もうそれによって大きなニュースにもならないし、国連が何かをするかというともうそんなにないし、国際的なペナルティもないっていうので、やったもの勝ちの時代になってしまうんですよね。やったもの勝ちの時代になった時、民主主義の国の方が弱いんですよね。やったもの勝ちなんだからやった方が得だよね、長期的に考えてっていうのが利益を追求する上では合理的な判断なんですけど、でもそれやっちゃいけないよねっていうので割とそれを止めるという勢力が出てくるので、結果としてその民主主義ってやったもの勝ちの時にやらないというので利が取れない状態になっちゃうんですよね。でやったもの勝ちの国だけ利を取るっていう形で、なので中国とかフィリピン沖だったりベトナム沖とかに人工的な島を作って、ここ俺たちの海域だよねっていうことをやっていて、尖閣諸島沖にも確か今中国が採掘用の建物を作ってるんですよね。これね、そんな大きいニュースにもなってなかったんですよね。なので実はもうその日本の EEZ といわれる経済的排他水域に中国がそういう建物を作っていて、その後じゃあそこを埋め立てかなんかしてここに人が住み始めて、これ島だよねって言い出した時にどうするのとか、そもそもそこでじゃあ何かを掘っていてメタンハイドレート的なものがあるとか、漁業的なことをするとか、海水の中から石油があるよ的なものとかがあったとしても、もう多分取り返せないんですよね。そこをじゃあ囲い込んで海上自衛隊とかがお前ら帰れよとか、じゃあその建物ぶっ壊すかっていうともう多分ぶっ壊せないんですよね。なのでやったもの勝ちっていう状況でいくと日本はやられたい放題だよねっていう。僕はそのなんか経済的排他水域でやられている以上はそれはさすがに僕たちの国のものなので、あなた方に勝手をするのは良くないですよっていう形にするべきだと思うんですけど、遺憾の意を言うっていう。なので竹島という島が島根県にあるんですけど、でそこもそのお隣の国がそこに住み始めて、で独島という名前で呼び始めて、そこに普通に観光とかで上陸してるんですけど、本来そこは日本の領域でお隣の国の人が入るのであればちゃんとパスポートを使って入ってくださいっていうはずなんですけど、なぜか勝手に入ってるんですよ。それって領海領土を侵略されているという言葉の定義でいくと普通に国土に侵入されてるんですよね。本
来外国人というのが日本に入るときは、パスポートを取って羽田空港ですとか、海で来るんだったら新潟の港ですとかっていう、ちゃんと入管を通って入国という手続きをして、それから日本の領土の好きな場所に行ってくださいねなんですけど、日本の領土に入るにもかかわらず入管手続きをしなくてよいというのは常時行われているんですけど、もうそれが問題にならなくなっちゃってるんですよね。竹島とかの話ってもうニュースにもなってないですよね。普通に竹島は観光地としてお隣の国の人行ってますけど、これがじゃあ20年30年とか続いたら、だって昔からうちの国の人が行ってるし住んでるし観光でも使ってるんだから、それはうちの国のものでしょっていうのを国際司法裁判所に持ってかれたら多分勝てないよね。国際司法裁判所に持ってかなかったとしても実質的に利用されてるよねっていう。でその周りで漁をしてる魚とかがあったとしてももちろん日本は止めることできないのでっていう感じで実は取られてしまいますよっていうことになってるんですけど、じゃあそれを止めることができるかというと、日本は民主主義の国なのでそれ強硬的にやろうとすると野党が騒いだりして与党はなんか議席を減らすみたいなことになるんじゃないかなと思うんですけど、実効支配やったもの勝ちなんですよね。こうやって多分ね領土って取られていくんですよ、ちょっとずつ。はい。なので20年前ぐらいだったらどうなんだろうねとかなんですけど、もう多分領土って取られたよねっていう認識になっちゃうと思うんですよね。取り返せなくて日本人が使えないんだったらもうそれ領土取られてるのと一緒じゃんっていうふうに思うんですけど、まあそういうもんです。はい。2024年12月3日に韓国で戒厳令がされましたと思うんですか。これ前の韓国の大統領の話だよね。戒厳令出したけども結局それが国会で否決されて大統領が逮捕されてっていう、だいぶ昔の話だけど、なぜ今、これ昔できた発令されたことに関してどう思うかってことですか。大統領がおかしなことをしたということに多分論調としてなってると思うんですけど、北朝鮮が韓国をコントロールする能力を持っているんじゃないかって話と、あと大統領を逮捕するというようなことをできてしまうような権力が大統領以外の人が持っているというのが韓国の根本的な問題だよねというところは僕もそうだよねと思うんですよ。アメリカってトランプ大統領ひどいよねとかって言われてはいるんですけど、でもあの人を決めたのはアメリカ人なんですよ。なのでアメリカ人がもう俺たちのリーダーをアメリカ大統領ミスタートランプに任せるぜって投票したので、なのでトランプ大統領を止めることはできないんですよ。だってそれは民主主義でみんなが選んだから。でも韓国はみんなが選んだ大統領を逮捕して刑務所に入れる権限を持っている人が存在するんですよ。その存在は誰が決めたのっていう。それ民主主義で選んだ人が一番偉いっていうのであれば僕は民主主義だと思うんだけど、民主主義で選んだ人を逮捕して刑務所に入れるということが可能な権力って何っていうところでいくとどうなのっていうふうに僕は思うのですけど、ただ韓国の政治についてそこまで詳しいわけではないので当然だよねって思う人もいればそうなんだろうなと思うんですけど、はい。民主主義なんてもうやめたらよくないですか。国民と頭悪いのに民主主義だから国民の言うことを聞かなきゃいけなくて、頭のいい政治家も結局バカに合わせて続いたりバカを騙すことに頑張ってますよね。なんだろうと思います。日本の戦後民主主義も100年くらい経ってきたらそろそろ自分じゃないかとも頭のいい人が独裁者がない清六さんで言うと思います。シンガポールっていう国が基本独裁ですごくうまくいってるんですよね。表向き民主主義的ななんか明るい北朝鮮とか呼ばれたりするんですけど、そういう形でみんながみんな好き勝手やるより優秀な人がやった方がいいよねっていうのは結構昔から言われていて、民主主義というのをなぜ社会は選んでるかというと最悪が起きないための仕組みなんですよ。最高のパフォーマンスを出すのであればそれは独裁の方が最高なパフォーマンスを出すんですよ。超優秀なやつがこうした方がいいよね。でただ超優秀なやつが年を取ると無能になるんですよ。年を取った無能になった人は自分は未だに優秀だと思い込み続けるんですよ。ロシアという国がソ連という国が崩壊した後、ロシアという国が割とうまくいっていた状態でそこを立ち上げていったプーチンさん優秀だったんだけど、今プーチンさんは自分が優秀で正しいと思い込んでいる老害になってるんですけど、これを誰も止められないっていう。習近平さんもそうなんですけど、中国って僕ら昭和世代だと中国って貧乏でお金のない国で大変な国だよねっていうところが世界経済にまで上り詰めて、経済的にも国民所得も結構上がってきてっていう状態になったのはやっぱりその習近平さんの手腕ではあるんですよ。でもその2代だっけまでで交代するったのも3代 OK にするみたいな感じになって、コロナ以降とかも割とほころびが見えていて、でももうプライドのためにやり続けてるよねみたいな感じで習近平さんももう老害化し始めると思うんですよね。優秀な人に任せれ
ればいいよねは一面正しいのですが、優秀な人が老害になった時に止めることができないっていうのが問題なんですよ。なので民主主義という形で大衆が権限を持つことによってすげえ優秀な人が老害になったらそれを止めるということが可能になるっていう仕組みが必要であると。ただ国民が老害になると優秀な人も受からないっていうね、微妙な状態になるんですけど。日本が長距離ミサイルを前倒し配備することに鶴力さんどう思いますか？僕はありだと思ってます。攻撃能力を持っているという威嚇をした方が結果として戦争が起こらないと思ってる派なんですよ。核を持ってるのであれば、この国攻撃しない方が得だよねって思う国もあるので、核を持った方が得なんじゃないか派なんですよ。なので、相手の国が日本と戦争をしたくなると思うようなものがあるんだったら、それは持った方がいいんじゃないかなっていう。金で命が買えるんだったら買った方がいいでしょ。いや、結局いくらでも兵器に払えばいいという話でもなくて、兵器を買うのにお金を使うのはいかがなものかっていうのはあるんだけど、でも金で死ななくて済むんだったらよくない？戦争になったとしてもね、僕は結構大丈夫なんですよ。でも、友達とか知り合いが死ぬのは嫌じゃん？それがだから避けられるんだったら、金で避けられるんだったら、金で避けた方がいいんじゃないのっていうふうに思いますけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。